の下ゆうかです。今日はね、じゃーん、今日はですね、こちらロールパンを30個使って5種類のサンドイッチを作りたいと思います。今日作るのはですね、卵サンド、焼きそば、あんバター、コロッケサンド、唐揚げのタルタルドッグです。じゃあ作りいただきたいと思います。まずは唐揚げサンドの鶏もも肉を一口大に切ります。ちっちゃめがいいかな、コッペパンに入れるから。そしてこれをジップロックに入れて、これをお酒に漬け込みます。塩コショウ揉み込んでおきます。でちょっと置きます。ゆで卵を茹でます。これは卵サンドのゆで卵なんで、ちょっと固茹でめの卵で大丈夫です。ゆで卵の隣で焼きそばを作ります。まず油をフライパンに敷いて、でフライパンがちょっと温まってきたら豚バラ肉、お野菜を軽く炒めます。ちょっと油が回ったら焼きそば、ここにちょっとお水をねかけてください。麺がねほぐれるように。焼きそばソースの素、そして炒めます。お酒につけておいた鶏肉に片栗粉をまぶして、鶏肉を揚げます。で唐揚げ作ります。さっき茹でたゆで卵を潰します。卵がある程度潰れたらマヨネーズ、お酢、お塩、そして和えます。美味しそう。私卵サラダ大好き。タルタルソースを作ります。玉ねぎはみじん切り。タルタルソースのみじん切りなんで結構ちっちゃめにしましょう。ゆで卵が入ったボウルにこの玉ねぎを入れます。パセリ、レモン汁、マヨネーズ、卵を潰して和えます。私はちょっと甘いのが好きなのでちょっと砂糖を入れます。そして塩コショウ、カレスとバターを混ぜます。はい、ついに具を入れたいと思います。まずロールパンに切れ目を入れます。あんまり深くしすぎないように気をつけてくださいね。さっきの卵をパンに挟みます。次は焼きそばパンです。さっきと同じように切れ目を入れて焼きそばをパンに挟みます。紅生姜をちょこっとお好みで飾ります。次はあんバター。まずあんこをパンに入れます。そしてバター。次はコロッケサンド、キャベツ。次は唐揚げのタルタルドッグです。まずさっきのからしバターを塗ります。レタス。このレタスのね、芯の部分はこのコロッケサンドには入れない方が綺麗。唐揚げを入れる。タルタル。はい、で5種類完成です。じゃーん、完成です。これはめちゃくちゃ映えてますね。いただきます。今日はね、視聴者さんのタイラーちゃんからもらったコーヒー、オレンジジュースで、これは私が買った湘南牛乳飲みます。めっちゃこのオレンジジュースがね美味しい。もんね、こんだけ飲んでる。残り少ない。もう1本あります。またないけどこれだけにしよう。乾杯。濃いオレンジが。ボナペティー。これはフランス語でたくさん召し上がれという意味です。なぜフランス語を使ったかというと後で言います。まずは卵サンドから。おー、美味しそうです。卵が最高。めっちゃ美味しい。もうやっぱ具だくさんで最高やね。
マヨネーズもたっぷり使われとって美味しい。このゆで卵の食感がいいね。味付けもねちょうどいいわ。ちょっと塩が効いとって。次はアイスコーヒー。美味しい。でも私はねカフェオレが好きなんでカフェオレにしちゃう。牛乳ちょっと入れた方がね優しいね。美味しい。次は焼きそばパン。美味しい。紅しょうが塊で食べた。あれもなんか焼きそばパンめっちゃ久しぶりに食べたわ。最後に食べたのいつやろ。ソースの味付けが最高や。紅しょうがもやっぱめっちゃ焼きそばに合うね。私紅しょうが大好き。お肉とかキャベツもねちゃんと入っとるわ。美味しい。入れたんやけどこのサイズのコッペパンやったら3000個食べれるわ。紅しょうが君たち逃げようとするんじゃない。このテーブルはちゃんと拭いてるから大丈夫なんですよ。はい、次はあんこバターですね。むっちゃたっぷりや。この立派にそびえ立ったバター。バターもね全然程よくちょっとふわふわになっとって、あんこと溶け合った時のハーモニーが最高やね。このバターにね塩がちょっと効いとるのがいいわ。またこのさ湘南牛乳はさ、私いつもネットスーパーで買い物するんやけど、なんか一番安いっちゃね。やっぱあんこバターちょっと他のものより重たいね。カロリーがたくさん取れる山登りとかにいいんじゃないかな。そうそう、私さっきフランス語でボラブリーって言ったじゃないですか。これはね、なんで今日はフランス語かっちゅうと、みんなに豆知識を教えてあげましょう。サンドイッチの発祥はいつ？ 2 枚のパンで具を挟むサンドイッチは、これ2枚のパンじゃないんやけどね。1個のパンを半分にしとるんやけど、1760年頃のフランスで誕生しました。日本は江戸時代でカードゲームが好きな第4代サンドイッチ伯爵ジョン・モンタギューが食事時もゲームを中断せずに済むよう片手で食べられるサンドイッチを生み出したことで始まりです。これもね片手で一応食べれるからジョン・モンタギューありがとう。みんなもこの知識を披露するんだ。きっとどこかで役に立つはずだ。次はコロッケサンドです。ソースがちょっと甘くて美味しい。中にねこのコロッケの具がさちょっとふわっとしとってしっとりしとって最高や。めちゃめちゃ5種類目の唐揚げタルタルサンドです。美味しそう。
揚げ物最高。うわ、しかもこの唐揚げもね、冷凍とか惣菜じゃなくて揚げたんですよ。ちゃんと美味しい。めちゃくちゃ美味しい。唐揚げだけでも美味しいのにタルタルまでついて、なんて贅沢なんだ。ね、このね、卵サンド、焼きそばサンド、あんこバター、コロッケ、唐揚げタルタル。その中でね、一番美味しかったのを今発表します。じゃじゃーん、唐揚げタルタル。いやー、これでも私パン屋さんでこのね、5つ並んどって1個だけ選んでって言われたら多分唐揚げタルタル選ぶわ。今日のこの出来の味と関係なく、絶対唐揚げタルタルやわ。でさ、もう5番目に食べとるのに一番美味しいなって思うっていうのは本物。それが大体やっぱり一口目がさ、一番腹ペコ状態で食べるから、3割増しぐらいに美味しく感じるんよ。それでもこれが抜いてきたっていうのは、いや、絶対こいつが優勝。じゃあ最後の1種類ずついただきたいと思います。卵サンドも美味しいわ。焼きご飯も美味しい。結局全部美味しいやけど。コロッケサンド。そしてラスト唐揚げタルタル。最後の一口です。ごちそうさまでした。さて、このボーン。これはフランス語ですっごく美味しかったです。ということで。ロールパンサンドイッチ5種めっちゃ美味しかったです。いやー、やっぱりね、5つもね、いろんなね、味があってね、最高でしたね。で、一個一個もさ、こう、1個のものが単品で味ポンって入れとるわけじゃないからさ、やっぱり卵サンドイッチ作ったり、唐揚げとサラダとタルタルソースとかをさ、入れとるからさ、いろんな味がして最高でしたね。私はお米糖ですけどね。サンドイッチたまに食べると美味しいわ。とっても美味しかったので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったら、この動画のコメント欄で教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイート&スマイル。バイバーイ。私はロンよ、ロン様よ。とっても可愛い猫なのよ。本日の体重です。うわー、こっから減らんな。ずーっと51.5。でもなんか最近ちょっとね、体型的にね、痩せてきたと思います。皆さん数字にとらわれちゃダメですよ。でもずーっと体重計測るやつをやってきた私が言うのはなんですけど、でもやっぱり大事なのは、見た目なのでね。まあでも動画ならね、これがわかりやすいので、体重やっております。51.5 です。